画質を良くしたいっていう気持ちで、ブラビアの画質に近づけるってことを今回やられたのかなと思っていて、これからはエクスペリアを使っていつでもどこでもブラビアの感動体験を楽しんでいただけると嬉しいです。エクスペリアの方でも、スマートフォンって結構ちっちゃなディスプレイなんですけど、そこでも、負けない高画質みたいなのを、作り上げていこうとしてるんですけど、ブラビアとかだと、どういった画質を作り上げていたりするんでしょう。そうですね、ブラビアはやはりテレビっていろんなコンテンツが存在していて、例えば映画であったり、バラエティであったり、はたまたライブ映像だったり YouTube 配信といった本当にいろんなコンテンツがあると思うんですけど、ブラビアはそれぞれのコンテンツに最適な出力ということを行っています。で、そうですね、例えば映画のように作り込まれたコンテンツの場合は極力そのまま出力するということを行っていて、そうでないコンテンツに関しては美しく調整するってことを行ってます。今美しく調整するっていうことをおっしゃられてたと思うんですけど、ブラビアで美しく調整するってことは具体的にどういうことをやってるんでしょう。美しいって難しいんですけど、我々はその人間の脳の特性に着目していて、人間って見たものをそのまま記憶するわけではなくて、より鮮やかに記憶するという性質を持っています。なのでブラビアではこれをコントラストであったりカラー色を調整することで、より発色よくメリハリのついた映像にすることで、そのイメージに近づけて、それを見た時の感情を想起させるといったことをターゲットに映像を作り込んでいます。ただ、これをやるためにはやはりその複数の機能の使い込みっていったところが重要になってきていて、ブラビアではこれを高性能な画質調整チップを搭載することで実現してます。ブラビアでは今こういうふうに実現してますっていうふうにお話ししたんですけど、エクスペリアも先ほど北川さんおっしゃってたように画質を良くしたいっていう気持ちで、ブラビアの画質に近づけるってことを今回やられたのかなと思っていて。そうですね、スマートフォンっていうのは画質処理だけじゃなくていろんなことにリソースが使われていたりするのと、あとバッテリーで動いているっていうのもあるので、先ほど、ブラビアでもたくさんの処理を画質処理されてるっておっしゃったと思うんですけど、その処理をそのままエクスペリアで行うっていうわけではなくて、スマートフォンであるエクスペリアに合った方法で、画質を作り上げてます。でエクスペリアにも、細かく画質を調整したりとかっていうする機能はあったりするんですけど、その一つ一つを、全体のバランスを見て調整するっていうことはエンジニアの目だけで全て行うっていうことは不可能に近いことです。なので今回エクスペリアの開発段階においてはブラビアを学習させたモデルを作りました。でそのモデルを使ってエクスペリアのパラメータを使ってブラビアの画質を再現させることで、ブラビアの画質の土台となるものをエクスペリア上に作りました。で最終的にはエンジニアの目で最終調整することでブラビアに近いような画質を作ってあげてます。なるほどなるほど。なんか北原さんとは昔それこそブラビアの画質設計で一緒にお仕事させていただいてたと思うんですけど。そうですね、それで一緒に仕事してます。そうですね、はい、なんですけど今お聞きしてて AI で学習させるといってもやはりブラビアの画質処理を知らないとなかなか難しいことなのかなと思っていて、その時ご一緒に、ブラビアの設計をやれたっていうのが今回生きてるのかなって聞いてて感じました。今回最終的にできた画質っていうのがそのエクスペリアで見た時に北川さん的には会心だなみたいなそうですね、やっぱ最初はちゃんとできるかどうかっていうところは不安だったんですけど、最終的なものを見た時にもうここまで寄るんだっていうところは結構思いましたし、クニさんたちにも最後に見てもらいましたけど、その時にも結構感動してもらえたのかなとは思っていて、その時その表情とか、その最終的に作り上げたなっていうところを見た時にはやっぱり嬉しかったです。ブラビアでも昼と夜ではやはり明るさが違ったり室内の明るさが変わったりすると明るい場合暗い場合で映像の見え方が異なるっていうのがやはり
出てきます。なのでブラビアではそれに対して視聴環境に応じて最適なモードっていうものを用意しています。具体的にどういったものかっていうと、視聴環境に応じて画質調整というものを行っています。エクスペリアでもやはり似たような機能とかって搭載されたりするんでしょうか？そうですね。例えば昨年から導入しているサンライトビジョンっていうのがその機能の一つになります。屋外で動画を見たりだとか、あとカメラ撮影をするときに有用な機能になってまして、ただ明るさを上げるだけじゃなくて、画面内の明るい部分と暗い部分のバランスを保ちながら画面を明るくすることで屋外でも見やすくなるような機能になっています。新しいエクスペリアではこのサンライトビジョンっていう機能に加えて、より幅広い環境で見やすくなるような機能っていうのを追加してます。まず、前面と背面の2つのセンサーを使って幅広く環境の明るさを把握することで画面の明るさを制御します。これに加えて環境の明るさに合わせて画面の色を調整することでより視認性を良くするという機能になります。明るさだけではなくて色も調整されてるんですね。そうですね。色を調整することでより見やすくする、明るさだけじゃなくて色も調整してより見やすくするというような機能になってます。やっぱりお客さんとして外で、明るさを上げて見てみたいわけじゃなくて、より見やすく見たいっていうのがお客さんの要望なのかなと思うので、そこに応えるように、色とか明るさとかそこを含めて複合して、視認性を改善するっていうのがエクスペリアの画質機能になります。これまでもブラビアは多くの画質エンジニアが知恵を寄せ合ってさらなる高画質、さらなる視聴体験ということを追求し続けることでお客様に感動を届けるということを実現してきました。なのでぜひこのブラビアの画質を同じソニーのエクスペリアでも感じてもらえたら嬉しいなと思います。これまでブラビアが培ってきたソニーの高画質っていうのはブラビアを使ってリビングから届けられてきたと思います。これからはエクスペリアを使っていつでもどこでもブラビアの感動体験を楽しんでいただけると嬉しいです。